危険危険。これは皆さんに注意喚起しないと危なすぎる。放置し続けると大惨事になりかねない。似たような製品を持っている方は最後まで、せめて途中まででいいから見ていってください。今回問題となるのが、この階段下の取っ手を外すとどこのご家庭にも隠してあるはずのコンプレッサーと商品回収レベル、いや下手したらリコール対象になりかねないこのサブタンクです。このサブタンク、今は取り外してるけど普段はコンプレッサーにつなげてコンプレッサーが稼働する頻度を抑制しています。それがサブタンクの役目だし、コンプレッサーも連続稼働を続けると壊れます。特にこういった中華コンプレッサーはね。そしてこのサブタンクの何が問題なのかってことなんですが、水抜きされてなくてタンク内にめっちゃ水が溜まってます。そりゃ水抜きしてないやつが悪いって思うでしょ。毎回してます。その日の作業終わりに。だってコンプレッサーの水抜きとかオイルの補充はディーラーだと新人の仕事だったし、それが染みついてやってるっていうのもあるけど、やっぱ自分のコンプレッサーは丁寧に扱って長持ちさせたいって思うのが普通です。そしてこの水抜きした後、この後が残るのも今考えたらダメだってことなんだけど、わかりますか？コンプレッサー側には水抜きの跡はないけど、サブタンク側にはある。これタンク内のサビと水が混ざった水サビのサビだけが蒸発せずに残ってるから跡になってるんです。毎回水抜きしてるのにタンク内の水が抜けずにサビだらけになってる。これってリコールじゃないですか？アストロプロ、いやアストロチャー。なんでこんなことになるのか、このサブタンクを見てると気づくと思うんですが、傾いてますよね。こうやって水平器をかざすとさらに傾いて見える。カメラも傾いてるせいで全部傾いて見えるけど、水平器に動画の角度を合わせるとサブタンク自体が右下がりになってますよね。そのせいでタンクの右側に水が溜まるんだけど、水抜き用のドレーンバルブが中央より左側についてるせいで全然水が抜けない。だからタンク内が錆びて水錆びなんてもんが排出されるようになるんです。このアンバランスを解決するには、かまぼこ板を2枚下に敷けばほぼ水平。誤差で左に傾いてるかなってぐらいにはなるんだけど、そもそもが設計ミスでしょ、このサブタンク。だから毎回水抜きしてるのにサブタンクを振るとこんな水が入ってるような音がするんです。当然ドレーンを緩めて傾けたら出てきます、水サビが。これでも少ないぐらいで、昨日発覚した時点でここに少し、外に行くとまだ乾ききれてないぐらいの量の水サビを出した跡があります。土が茶色く変色してるの分かりますか？これです。結構な量を出したのにまだサブタンクから水が出てくるって相当溜まってるってことです。そしてさっき出した水サビというより温水なんですが、これを拭き取ると茶色い固形物が混ざってる。これ全部サビです。水とか湿気で錆びると表面からパリパリ剥がれてくる。あれが汚水と一緒に出てきてます。厳密に言うと相乗剥離といって、鉄なんかが薄い層になって剥離してる状態で、これが出てくるっていうことは内部の錆は相当進行してて、鉄が薄くなってるかもしれない。錆で穴が開いたからといっていきなり爆発するってことはないですが、圧縮空気なんでね、最悪サブタンクがロケットのように飛んだり暴れ回ったりするなんてことがあるかもしれません。つまりはこのサブタンクには危険性があるんで、商品回収ないしリコール対象っぽいけど、私はめんどくさいんで通報みたいなことはしませんが、同じ商品を持ってる人の連絡でそのうち回収効果になると思うんで、その時になって交換に行くかもしれません。現状の対策としては、かまぼこ板を2枚置けばタンクが水平になるんで大丈夫だとは思います。それでも気になる方はバルブが真下に来るように角度を調整するか、買った店に行くしかありません。ただタンク内の錆なんてどうでもいい私は、サブタンクを取り出しやすいようにかつ斜めにする土台を作ります。ドアストッパーがあるんでうまいことデザインしながら。土台はジモディで買った学校の机の板を使います。1枚100円だったかな。ドアストッパーの高さ分かさ増しするためにかまぼこ板に穴を開けます。そして台車にしたいんでキャスターをつけてナットで固定。ナットの分穴を広げて
重ね合わせれば完成です。キャスターを4つ作ったから釘を打ち付けるんだけど、このままだとかまぼこ板が割れるんで、先に通し穴を作っておきます。取り付け位置はこのようにしました。キャスターとしての機能にタンクを斜めにすることを考えたら、この位置がベターかと思います。そしたら気持ち程度の木工ボンドをつけて釘で固定。これで完成です。キャスターとしても動くし、斜めにもなります。タンクを乗せても程よい感じで動くし、斜めにもできる。いいんではないでしょうか。ただちょっと斜めになりすぎるのと、このサブタンクには緩衝材みたいなゴム足がついてなくて、適当に置くと傷が入るんで、おいそれと置くことができない。そこでスーパーカブから外して残しておいたゴムパーツをタンクの穴に入れて足として使えるか試します。潤滑油を吹いて押し込むけど入らない。これじゃ傷をつけてるだけなんで穴を広げます。ゴムの頭が入るようになったんで、ヤスリでバリを取って、むき出しの鉄と傷は黒のタッチペンがないんでマッキーを塗って保護しておきます。あとはゴム足をつけたら完成です。後ろ側はマッキーを塗ってからスポンジテープを貼っておけばいいでしょう。ということで完成したんだけど、作業中にも汚水が出てる。ただタンクの中の水は次のエア抜きで全部抜けるはず。そしたら階段の下にサブタンクを戻します。キャスターが地味に便利。エアを抜いて汚水を吐き出させます。詰まってるのかいまいち抜けが悪い。これで全部抜けたとは思いませんね。まだ全部抜けたとは思えないんで、タンクを振ってるんだけど、まだまだ出てきます。1日置いてみたけど、水の音しますね。仕方ないんで、ドレーンバルブを外します。バルブが汚水というか錆で塞がってますね。これじゃあ水抜き難しいわ。そしたら排水していくんだけど、出るわ汚水がいっぱい出るわ。この量は想定してなかっただけにかなりまずい。広範囲でかなり錆びてるだろうし、一度洗浄なりしないとまずいので、チャックの方も外します。タンク内をお見せしたかったけど、この時はできませんでした。ただかなり広範囲で錆びてた。どうやってもきれいにできないと思うので、水で洗い流します。だいぶ水がきれいになったところでやめるんですが、見てほしいのは相乗剥離による鉄の塊です。ミルフィーユみたいになった鉄サビが1枚2枚と完全に剥がれてます。どれぐらい剥がれてるかフィルターを通して量を調べるべきだったかもしれませんが、これを見る限りかなりの量が剥がれてるのがわかります。こりゃ結構鉄板薄くなってるかも。タンク内の水が乾燥するまで約2日ほど天日干ししました。黒なんで太陽光で熱くなってすぐ乾くだろうって思ってたけど、そんなことはなかったです。内部のコーティングはタンクの錆び取りクリーナー、バイク用ですね。これを使ってもいいけど、正直もったいない。タンク内は見えないし、錆びてても問題ないし、リコールになるかもしれない。なんでこいつには錆び取りクリーナーじゃなくて、プラサフを使えます。ペンキでもいいんだけど、それよりは防腐効果はあるはず。どっちにしても錆を取ってないんで、すぐに錆びるとは思うけど、何もしないよりはってことでこいつを使って内部を塗ります。そうしたら液漏れしないようにガムテープで塞いで、外れないよう結束バンドで締めます。今回は適当なんで、適当な量のプラサフを適当な容器に入れて、適当な量のシンナーを入れて適当に混ぜます。そして適当に入れます。そしたら適当にタンクの右側に塗料が来るようにして振ります。1日放置してからの再開ですが、タンク内部の撮影に成功しました。やっぱり錆びてますね。ドレーン側はプラサフが濡れてないから錆が目立ってる。奥側に何か剥がれた跡があるけど、
薄く剥がれた鉄の錆でしょうね。プラサフも濡れてるようだし、とりあえずは OK としましょう。あとは洗ったドレーンをつけるだけです。だいたい3周って言われてるシールテープをちょっと多めに巻いて取り付けます。チャック側も取り付けてゲージを外す前と同じ位置にしたら完成です。台座には紐をつけて取り出しやすいようにしてます。ホースを戻してコンプレッサーをオンにしてテストします。ちょっとエアーがシンナー臭いけど水も出てるし OK としましょう。ホース関連も整理したし台座も作ったんでサブタンクが取り出しやすいようになってます。動かしてもホースに無理なテンションはかからないし電気関係問題なし、延長ホースも問題なし、今回は触ってないですしね。といった感じで今回の作業は終わりとします。毎回エアーは抜いてるのに水が溜まってる問題に直面したこのサブタンク、一度設置するとなかなか動かすものじゃないんで、今回は偶然発覚したんだけど、同じものを使ってる方は一度チェックしてみてください。多分水が溜まってます。このサブタンクは自主回収になるのかリコールになるのかはたまた放置になるのかは分かりませんが、少なくとも安全とは言えないんで確認だけはしてください。ではでは、いずれもっと大きなコンプレッサーを手に入れたいけど場所がなくて階段の下に中華コンプレッサーを設置しているニタカでした。またね。